でフリアンさっき JLPT の話をちょっとしてたけど、JLPT はどのレベルを受験したの？N1、3年間日本語を勉強して全然話さなかった。話す練習はしなかった。スペイン語にはできないと思う。ガランとしている場所とか。はい、テステです。皆さんお元気ですか？今日の動画では僕がボランティアとして参加しているコロンビア国立大学の日本語会話クラブのメンバーにインタビューした様子をお届けします。どうして日本語の勉強を始めたのかとか、どうやって日本語の勉強をしたのかとか、皆さんの役に立つ内容だったらいいなと思ってます。それじゃあ今日も最後までよろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは、ケイスケです。今日は、インタビューねしたいと思います。じゃあすいません、お名前から。フリアンです。よろしくお願いします。はい。ね、フリアンさんは出身はどこですか？コロンビア出身です。コロンビアのどこですか？首都のボゴタ。なるほど。フリアンさん、どうして日本語勉強を始めたんですか？まあ子供の頃からアニメとかは結構好きで、いずれ英語以外の他の外国語を学ぼうと思ったら、日本語はまあ一番自然な選択だと、まあ、思われた。なんかアニメが字幕なしで見れるし、その文化に興味があったから、それに難しい言語だったから、なんかチャレンジみたいな感じがして挑戦してみたかった。難しいから挑戦したかった。うん。へえ。なんか YouTube とかで、たくさんの外国語が話せる、ポリグロットみたいな、があって、すごいなという憧れの気持ちがあったから、私もそのすごい人みたいになりたかった。なるほど。ポリグロットたちに憧れたというところもあるんだ。今はそれはちょっと薄れてると思う。なるほど。ちなみに英語と日本語どっちが難しいと思う？勉強するのに。まあ当然日本語は英語よりずっと難しい。なるほど。で、フリアンは今までどうやって日本語を勉強してきたの？まあ大体は、アニメを見たり本を読んだりして学んできた。なんか辞書を、引きながら、でまあいろいろはやってたけど、個人的に感じるのは一番、勉強のためになったのは読むこと。で、まあ最初はアニメとかは結構好きで、ライトノベルというジャンルがあるのを知って読み始めたらハマった。ハマっちゃった。結構ハマったから、何冊も読み終わって、まあ多分50冊終わったら。50冊？すごいな。それは日本語の勉強の中心だったと思う。アニメはまあ結構見たけど、もっとなんかちゃんと勉強していない時も結構あった。でも、読む時はまあどういう意味か、意味の言葉を調べて、そういう意味かで、何度も同じ言葉が出ると、まあ自然に覚える。そうか、読書か。でも、どうやって会話ができるようになった？会話は、まあその3年間日本語を勉強して全然話さなかった。話す練習はしなかった。
で3年間じゃずっと読んだり聞いたりでインプットを続けた。でちょっとした、ちょっと、発音の勉強、ピッチを、肯定アクセントとかピッチアクセント、はい。子音母音の発音、それは最初の頃した。でその後はただなんか、アプリを使って日本人と、少しずつ会話の練習をした。例えばハロートークみたいな。ハロートークは、最初の時でなんかチャットだけで、簡単な会話を始めた。でその時はまだ会話はしなかった。チャットをしたのかな。そう一番最初。一番最初は少しだけチャットを落として練習した。文章、短い文章を書いたり、それと同時にたまになんか週に1回、月に1回ぐらい、日本人と会話をした。その時はなんだろう、インテルカンビオ、ランゲージエクスチェンジみたいに、なんか英語を教えた？それともスペイン語？スペイン語か。ね、会話を始めた時ってどうだった？すぐ相手の言っていることが分かった？分からない時は分かったと思う。なんか早口で、結構日常的な言葉だったから、ちょっとカジュアルで本の言語に慣れてたから本と違うぞ。あるいは、アニメはたまに自然な日本語になるけど発音ははっきりしてるけど、してるからそれ違う。すごくね、はっきり発音して聞きやすい。そうかそうか。最初の時は理解するのも難しかったけど大体のことは分かった。もう一度、言われるようにお願いしたら、ごめんなさい、もう一度お願いします。ちょっと分からなかった。どういう言葉か、どういう意味か。でそれは少しずつ、そういうことは少なくなった。今でも、起こる。そうか。でも話し始めてからどれくらいで僕喋れる、日本語話せるみたいな自信が出たかな？日本語話せる、自信がついた。なんか微妙かな。微妙というと、なんか感じたり感じなかったりという繰り返しで、多分その会話練習をし始めた時の数ヶ月後は、うまくなった、すごいみたいな気持ちになったけど、その次の会話になると、私は結構下手まだ全然話せない。時間が、経過して今に至ると、その気持ちは少しずつ、弱くなってる。できることはだんだん多くなってるし、できないことはそんなに難しくは感じない。なるほど。今それでもできないことがあるのを感じて、まだまだという気持ちは続く。そうか。でやっぱり一番やってきたインプットっていうのは本を読むこと？確実に。その次はアニメかな。ちょっとだけ YouTube を見たりと人と話したり。ポッドキャストも聞いてた？今でも聞く？たまに。たまにね。でも一番は本だ。読むことね。でフリアンさっき JLPT の話をちょっとしてたけど、JLPT はどのレベルを受験したの？N1。で結果はどうだったの？ギリギリ
以上ちょっと以上というか普通まあ合格できたんだね。合格はできた。実はこのフリアン君、他のレベルを受験しないで N1 を最初に受験して合格してるんです。N1 ってね、なかなかいないからすごいなと思うけど、スペイン語が母国語だよね。で、スペイン語が母国語で日本語を勉強するときにこれは難しいなとか、なんか僕の感覚にはないなっていうことってあった？一番難しいのはその感情の表し方。感情の表し方。で、スペイン語母語話者として、日本語はこの、文の最後に来る言葉、その語尾のよね、か、さ、だ。そういういろいろはなんかスペイン語ならイントネーションで表す意味で言葉の形はないから日本語をちゃんと話すために感情を言葉にする、その結構抽象的な感情を具体的な言葉を使って表すのはまあ全然スペイン語にはないからそれは今でも苦手かな？今でも苦手。そうだよね。日本語今もそうだよねって言ったけどねを使ったりよを使ったり、それでなんかね相手に同情するとか、なんかいろいろニュアンスが最後のね一つの助詞で変わったりするから、ね、助詞というかまあ最後の言葉で変わるからね。そうか。でも他になんか日本語とスペイン語の大きな違いは何か気がついたことありますか？日本語の文法はスペイン語の真逆全部は真逆で動詞は最後に来るとか。特に言葉の順番は逆だよね。それはまあ慣れるためには時間がかかった。でも今でも、間違えるしちゃんとその言葉の順番を守って自然な日本語を話すのはできていないと思うけどそれほど感じない。なるほどね。まあ動詞同士のその 2つの動詞を、つけて、具体的な意味があるのは難しい。例えば飛び込むとかそうだね。これは教える時にもちょっと難しいかな。なんて言えばいいかなっていつも考えるところだね。まあオノマトペもオノマトペ、思い出した。オノマトペは結構難しい。多分なんか前の感情の表し方と結構関係があってカジュアルな時があったり、それほどカジュアルなオノマトペもあったり、どんな時使うかそれを分かるのは結構、まあ知識が必要。そのどんな文脈かどんな感情か、難しい。でまあオノマトペ自体は結構ただ音、ピカピカバラバラズルズルそのスペイン語には全然その音自体に意味を当てるのはあまりない。そうだよね。確かにスペイン語にはないから、なんかそういう言葉によって、その描写本の中の描写で結構どういうのはっきりなイメージが浮かぶ。それはスペイン語にはできないと思う。
そっかガランとしている場所とか、ああ、今すごいイメージができるね。なんかスペイン語に表そうとしたら結構たくさんの言葉がかかってあまり印象は弱くなる。そう、スペイン語の方はもっと抽象的。あまり細かいところまで言葉はいかない。そうかそうか。はい、じゃあね、たくさんね、今、フリアン君にいろいろお話聞きました。最後に、フリアンさん、なんか日本語の学習者へ応援メッセージ、なんか頑張れメッセージみたいな、ちょっとね、一つお願いします。まあ、日本語は難しい言語かもしれないけど、日本文化やその言語で、その言語を使って作られたものに本当に興味があれば、本当に好きだったら、そのものやその好きなものとしていずれ日本語能力はだんだん少しずつでもだんだん、上がるから、頑張るよりみんなは頑張ってると思うから、頑張るよりは焦らなくて自分が好きと感じるものを見つけるまで我慢じゃない。我慢じゃない。焦らなくて待ったら焦らなく待ったら焦らずに待ってたら、それは一番日本語の勉強のためになると思う。なるほどね。そうだね。言語の学習ってマラソンみたいにとても長いもの、で時間がかかるものだからね、その焦らない気持ちが本当に大切かもしれませんね。はい。じゃあ今日フリアン君どうもありがとうございました。